明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年15回にわたって、このグレージャーニをもう一度見てもらいましたがいかがでしたでしょうか。今年はさらにパワーアップして、いいものを作っていきたいと思いますので、本当により多くの人に見ていただきたい、そしてより充実したものにしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。前回はペルーのクスコに訪れました。その百数十キロ離れたところで、キリスト教とインカの自然信仰が混ざり合ったアンデス最大の巡礼祭を訪れました。そこでは真摯な信仰の姿と、もう一つはですね、やっぱりその中には物見遊山とか楽しんでるというのがありますね。今回はインカの伝統が色濃く残っているケロという村を訪れました。どんな旅になるか一緒に見ていきましょう。ここはクスコ県のある村なんですが、ここまでは道路で通じているので、ここから道路がないので車が行けないので馬に荷物を乗せて、そして、なだらかなところでは、馬に乗って進もうという。でスタッフは多いんですけども、長期滞在、取材、装備が食料など多いんで、人数も多くなりました。背景にはアンデス山脈の氷河を抱いた山がそびえ立っています。あの氷河の一滴がアマゾン川の水源になっているんですけど、この下に流れている川も実はアマゾンの水源なんですね。そして、標高4000メートルで、場合によっては5000メートル近い峠を越えていくんですけど、非常になだらかなんですね。で木がないですね。これはもう標高高いんで木が生えない、森林限界を超えているところです。でこういうところでは馬に乗ってても疲れるんで、歩いたり、時々歩いて時々馬に乗ってってことを繰り返して、ケロ村に向かいます。出発して2日、ケロ村の、見える峠にやってきました。ここがケロ村です。インカの伝統を残す、村にやっと到着しました。村人が歓迎してくれました。芋の煮たのはあれカエル代わりにするとあったかいんだよ。ちょっと変わった色模様なんですけども、アンデス以外では見られないですね。あんまり繊維もないからあんまりへも出ないケロ村には4つの集落があって、ここも一つなんですけども、この標高の高いところをなぜ本拠地にしているかというと、このアルパカが、高いところしか住めないんですね。ので家畜の管理が大変なので毎日世話しなきゃいけないので、ここを本拠地にしています。ここはハトゥンケロ。ここに礼拝堂もあり、学校もあり、4つの集落の人全員が集まるところなんですね。村の共同作業があります。でいろんな作業があるんですけど、じゃがいもも
村の畑というのがあって、そこはこういうインカの伝統的なスキーですね、着卓矢っていうのを使って掘り起こして種を植えて、肥料はアルパカリ山の糞ですね。じゃがいもの収穫ですけども、じゃがいもが食を超えて毎食食べるんですね。なので、30種類のじゃがいもを作っています。この人がシャーマンです。で、コカの葉っぱでの散り方で占いをするんですけども、そうするとその重なり具合、散らばり具合、あるいは風呂敷から出たりすると、それによって、判断をします。なんかあるかもしれない。で、今回はこれからの旅で難関の中の一つ、ベーリン海峡を渡るっていうのがあります。それが成功するかどうかを占ってもらいました。で、彼は大地の神パチャマン、あるいは山の神アップにお伺いを立ててるんですね。で、どういう結論が出たかというと、ちゃんと、パチャママとアップにお祈りすれば大丈夫だ。よかった。神に供物を捧げなきゃいけないんですね。その内容というと、コカの葉、岩塩、アルパカの毛、お菓子、あるいは砂糖、あるいは時々アルパカの胎児、リャマの胎児、あるいは豚の胎児を使うこと。そして、火を起こすんですね。そして供物をまとめて、で祈りを込めて、実は火の中に入れちゃうんですね。で、火の中に入れた時に彼らは火が食べたっていうんですね。で、それは神が受け取ったっていう意味だと思います。これが、インカの伝統を残す、彼らの祈り信仰なんですね。ケロに来てシャーマンにベーリン海峡難関なんですけども、そこをうまく通れるかどうか占ってもらいました。で、ケロっていう名前ですね、これが実はマジックっていう意味なんですね。ですから実はこの、村は優秀なシャーマンが揃っているって言われています。それはなぜかというと、インカ時代の、信仰を含めていろんなものが、伝統的なものが、今でも残っている場所なわけですね。で、そういうところだから昔ながらのインカ時代から伝わっているそういう、シャーマンの祈りも続いていて、優秀なシャーマンが多いんですね。シャーマンとは別名、預言者と言ってもいいと思います。例えばキリストとかマホメット、ムハンマドは、彼は神ではないわけですね。神の子なわけです。で、彼らは神の言葉を預かって人々に説明できる人間で、かなり似ています。で、彼らはパチャママとかアップとか、そういう自然神と交信ができるわけです。で、何かあった時にお伺いを立てられる人、神と会話ができる人なわけで、それを選択を一般の人に伝えることができるわけですけども、一番頼ってくるのはやっぱり、病気の時ですね。ですからシャーマンは結構病気の治療に時間を費やします。で、その他にさっき言った占いもあるし、実はいろんな相談事も受けることがあります。一つは、病気の原因がアハユっていう生命力がみんな持ってるはずなんだけども、それが弱った時に病気になるって言われてるんで、それに対して力を
供物を捧げたりいろんなことをすることによって、元に戻す、生命力を戻すという仕事、それから病気の原因が、もう一つはやっぱりいろんな薬があるんですね。だから彼らは薬草に対する知識が非常に多いです。普通300種類ぐらいの薬草を使い分けるとかね、そういう力があるんですね。というか僕はアマゾンに20代ずっと変わってたんですね、10年間。で途中アンデスを越えないとアマゾンに行けないで、ペルーアマゾンの場合は。でアンデスには興味持ったわけですよ。でもアマゾンに夢中になってるからあんまり手広げちゃいけないと思ってアマゾンばっかりやってたんですけども、じゃあ今度アンデスやろうと思った時にやっぱり行きたいところはいろんなとこ行ってもしょうがないんで、もうどっかに長期滞在しようと思った時にやっぱりインカの伝統を一番残している村、あるいはインカってよく古代インカって言うんですけども、実は大体室町時代なんですね。だから古代じゃないんですよ。でだから日本で言うと、日本で室町時代の生活しているような村行きたいって言ったらバカじゃないかって言われるけども、ここでは通じるんですよ。だからインカ500年以上前のインカ時代の庶民の暮らしをしている村がないですかって聞いて回ったんですよ。研究者とかいろんなそこ村のインテリとかで、ほとんど今日それって言うのがケロ村っていうところだ。じゃあ連れてってくれよって言ったら、あんなとこ行くもんじゃないよって言うんですね。なんで人が住むとこじゃないよ、要するに野ウサギしかいないような村だよって言うんですよ。でますます僕行きたくなっちゃうわけですね。それで行ってみたんですね。そうですね、バーチカルコントロール、垂直投魚って呼んでるんですけども、さっき言ったように高いところに彼らの本拠地があるわけですよ。でそこはアルパカリャマ羊を飼ってるからですね。で標高3300のところにハトゥンケロって言って、そこはみんなの集まるところ、あるいはジャガイモ周辺で作るところでさらに下って1500から2000メートルのところにトウモロコシ畑があるわけです。同じ人間が4000メートル以上のところ、3000メートル周辺、1500メートルのところ、3000メートル差を利用している。でこれが垂直投魚って言うんですけども、要するに日本でいうと富士山の海に近いところからてっぺんぐらいまで全部同じ人間が利用している、季節によって移動している。でそういうのがこのアンデスの東斜面の特徴なんですね。よく同じ人間がそんな亜熱帯から亜寒帯まで移動して暮らしてるな、うまく高度差を利用してるな、他にはあまり見られないですからね。いかがでしたか。今日はここまでです。もし気に入っていただけたらグレージャーニーをもう一度、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして多くの人に、グレージャーニーもう一度拡散してもらえるとありがたいです。これからもよろしくお願いいたします。